皆さんこんにちは。ワンダーレビューです。本日はビデオカメラの比較となります。比較するビデオカメラ、フル HD のビデオカメラと 4K のビデオカメラになりますが、今回利用した動画、比較した動画はすべてフル HD の設定で撮影したものになります。なので 4K ビデオカメラを使っていますが、実際の撮影はフル HD で行った画像を使って比較しています。ここだけ先に注意点として共有させてください。それではなぜ今回今更こういうビデオカメラなのかというのを少しバックを紹介させてください。一番最初はここに出ているような10年前のビデオカメラを利用してました。そしてそこから当時出てきた流行っていた Vlog キャムというものを導入して動画を撮影していました。そこからさらに良い絵というのが気になってフルサイズの一眼デジタルレフのカメラを使って動画を撮影していました。こちら Vlog キャムも一眼レフの方も手ブレがやはりすごく気になったので今まで全く知らなかったのですが、こちらのジンバルという機械を用いて手ブレのしない綺麗な映像というのを楽しんでました。そしてこのジンバルというのの素晴らしさを知ってもっと手軽にこういう動画が撮れないのかなと思った時に DJI のポケット2というのを見つけて DJI のポケット2を利用していました。そしてここに来てやはりビデオカメラに戻ろうかなと思った理由が何点かあります。ここまで来てもう一度一番初めのビデオカメラに戻るといったのが現時点となります。なぜビデオカメラにもう一度戻ったかという理由を簡単に述べていくと、一つ一番大きなところは Vlog キャム一眼レフだとすごく綺麗ですごくシネマティックな映像が撮れるというのは十分理解しました。ただしテレビの映像を見ると結構どこにもピントが合っていて、こう視聴者なり見てる人が見たいところを見るっていうあまり疲れない映像といいますか、そういう映像が少し撮りたいなと思うようになりビデオカメラに戻りたいと思いました。そしてビデオカメラを見ると当然のごとくズームができたり、あとバッテリーもカメラの形にあまり左右されないような形状になっているので大きなバッテリーが取れるっていう長時間の録画ができる。そして手ブレ補正などももともとかなりいいものが入っているのでかなり魅力的だなという機能も再度こう目に留まるようになりました。そして重さに関しては一眼レフジンバルというところで1キロ超えの重さになっているのでビデオカメラに関してはかなりどの商品をとっても軽い製品が多いなっていうのがビデオカメラを再度欲しい気になったっていう、理由になります。では簡単に少しスペック上の違いを見ていこうと思います。左側の FDR-AX60 が今回購入したカメラ、右側が今まで持っていた約10年前のカメラ HDR-PJ630 というものになります。こちら最大で撮れる画質などは 4K とフル HD と違うのですが、映像素子を見ると今1インチだとかそれ以上の大きなセンサー出ているので、このセンサーの大きさからするとそこまで大きな違いはないのかなと思いますが、この小さなセンサーで比べると約2倍程度大きくなっているというのが分かります。あとレンズ、ここは共に凝ったレンズが入っているんですけども、ホームページを見る限りそれぞれのレンズその時々時期に合わせてかなり細質を投入されたレンズが使われているのだと思いました。そしてあとは光学ズーム、こちら20倍12倍とありますが基本的に12倍まであれば十分かなと個人的には思ってます。私の用途だと十分だと思っています。ただこういう光学ズームの倍率の違いというのもあります。あとレンズの明るさ F 値ですが、こちらスペック上で見ると10年前のカメラの方がいいのかなというスペック値になっておりました。でこの表から見るとそんなに違いがないのかなというのが正直な感想でした。特にフル HD で撮影する分にはそんなに違いがないのかなと思っていました。ただ今回いろいろ撮ってかなり違いが見えたので、この比較の映像を見て最近新しいカメラは全然出ていないのですが実際どれぐらいの差があるのか違いがあるのかというのを今回の動画で確認してもらえたらなと思います。それではここから動画の比較を見ていきたいと思います。そしてこの動画の比較の後にですね、2023年現時点で新しいビデオカメラが出てきたらこういう機能を入れてほしい、この機能がぜひ欲しいというものを少し説明している、述べているのでそちらの方もよろしかったら見てください。今回比較したケースとしてはここに出ている6ケース
を比較しています。夕方、夜間、そして立ち止まったり歩いたりで、三脚に乗せたり光学ズームを使ったり、そういうのケースで動画の比較をしているので、ぜひ参考にしてもらえればと思います。結論から言うと、やはり最新のカメラ、最近出たカメラではないですけども、新しいカメラの方が断然綺麗な画像が撮れていると個人的には思います。動画ここまで見ていただいて、ぜひ参考になったよって方は、この動画に対する高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは動画比較の方をご覧ください。
それでは最後に2023年現時点で新しいビデオカメラが出るならばこの機能を入れてほしいっていうものを4つ紹介したいと思います。1つ目は Bluetooth です。こちら Bluetooth で Zoom などの操作ができるような Bluetooth 対応をしてもらいたいというのが1点目。2点目が USB-C。USB-C で高速給電や高速のデータ転送というのができればいいと思います。そして3点目が広角 20mm というところです。最近自撮りだとかっていうのもやはり新しいニーズとして出てきているので、広角側もう少し広い画面が撮れると最高だと思います。そして最後、こちらは1インチセンサーというものを出してもらうと、このビデオカメラを使いたいという人もさらに多くなるのかなと思います。この動画少しでも役に立ったよっていう人がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画の高評価、そしてこのチャンネルのチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴の方ありがとうございました。バイバイ。